も11冊も出版し、数々の名誉ある賞をもらった後も、マヤ・アンジェローは疑いを払拭できませんでした。本当は成果を上げていない。アルベルト・アインシュタインも似たような経験をしています。自らをいつの間にか詐欺師と呼び、世間からの注目に対して業績に見合わないと考えていました。アンジェローやアインシュタイン級の偉業はめったにありませんが、騙しているというのは非常によくある感覚です。多くの人が自分はまだまだだ、自分のアイデアや技術など注目に値しないという気持ちを振り払えないのはなぜでしょう。心理学者ポーリン・アール・クランスは、この根拠もなく不安になる感覚を初めて研究した人です。心理療法士として働くうちに、彼女は大学生の患者の多くが共通の心配を抱えていることに気づきました。優秀な成績を収めているのに、自分には大学に籍を置くほどの能力がないと思い込んでいたのです。大学側のミスで合格したと思っている学生までいました。事実無根のものとはいえ、クランス自身にも大学院時代全く同じように不安を抱えていた記憶がありました。クランスや患者たちの経験した感覚には様々な名前がついています。インポスター現象、インポスター体験、インポスター症候群などです。同僚のスザンヌ・アイムスと共同で、クランスは女性の大学生と教員を対象にインポスターの心理を初めて研究し、騙している感覚が広く見られることを証明しました。この研究を皮切りに、同じことが様々な垣根を越えて証明されています。性別も人種も年齢も広範にわたる職種の違いも関係ありません。ただ少数派や弱い立場の人々の群れにより広く蔓延し、影響が出やすいという偏りはありえます。誰にでも当てはまるのですから、症候群では収まりません。インポスターは病気や異常ではありません。必ずしもうつや不安や自尊心と直結するものでもありません。騙している感覚はどこから来るのか。高い技術で成果を上げる人は他の人も同じくらいできると思う傾向があります。そこから自分が他の人より賞賛や機会に恵まれるなんてという思考に陥っていくのです。アンジェロやアインシュタインが経験したように、どこまで成果を上げようともこの感覚が消えることはまずありません。高度な技術を持つ人だけがインポスターを感じるわけでもありません。多元的無知として知られる現象に誰もが簡単に巻き込まれます。一人一人が内心密かに自己を疑っていながら、誰もそれを表明しないので、疑っているのは自分だけだと思ってしまうのです。仲間の仕事に対する熱心さや課題に対する難易度の感じ方、各々が自己をどれくらい疑っているかを実際に確認することは困難ですから、周りの人に比べて自分は能力が低いという感覚を手放すのは容易ではありません。インポスターの感覚が強すぎると、素晴らしいアイデアがあっても共有せず、成功できる仕事やプログラムに応募することも控えてしまいます。少なくとも今のところ、インポスター症候群を最も確実に克服する方法は打ち明けることです。インポスター症候群に悩む多くの人にとって、自分の出来を尋ねるのは怖いことです。不安が的中しそうだからです。たとえ良い評価がもらえても、騙している感覚が和らぐことはあまりありません。しかし一方で、指導や助言をする側の人もインポスターの経験があると聞くと気が楽になる場合があります。仲間でも同じです。あの感覚を表す用語があると知るだけでものすごく救われる場合があります。その現象に気づきさえすれば、インポスター症候群の克服は可能です。良い評価を思い返し蓄積しましょう。研究室の問題をいつも自分のせいにしていたある科学者は、不具合が生じた原因を毎回記録することにしました。すると問題のほとんどが機器の故障によるものだと気づき、彼女は自分の能力を認めるに至りました。こうした感覚を完全に消し去ることはできませんが、学業や仕事上の難題についてオープンに話し合うことはできます。よくある経験だという認識が深まれば、もっと自由になり、自分の感覚について率直に語ったり、シンプルな事実を信じられるようになったりするでしょう。あなたには才能があり、能力があり、居場所もあるのです。何週間、何ヶ月、時には何年も練習を積んだのに、最も大切な時に失敗する瞬間が誰にでもあります。このような事象を避ける方法があるでしょうか。この動画では、プレッシャーがかかっても落ち着いていられるヒントやコツをご紹介します。